皆さんこんにちは、はるです。今回の動画から春デイリー南米編がスタートいたします。約2週間お世話になったメキシコを去りまして、記念すべき第1カ国目はコロンビアです。今回はこのウィンゴ航空に乗ってコロンビアの首都ボゴタに向かおうと思います。今回もぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。はい、というわけで南米編がスタートいたしました。うすうす気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、私メキシコのカンクンで乾燥で喉をやられまして、全く声が出ません。ということでアフレコさせていただこうと思います。申し訳ありません。ですが動画の後半で少しずつ喋れるようになっていますので、途中までアフレコさせていただこうと思います。まず今回乗る飛行機はこちらのウィンゴ航空コロンビアボゴタの格安航空会社です。メキシコのカンクンを出発してコロンビアのボゴタまで約3時間20分のフライトで片道145ドルでした。ではチェックインも済んだところで、今回もまずラウンジへ行ってみようと思います。保安検査場を抜けますと、何やら可愛いお土産屋さんがありました。やっぱメキシコといえばコロナビールということで、なんとコロナビールのお土産屋さんがありました。日本でいうアサヒビールお土産屋さんみたいな感じでしょうか。で、意外とこのコロナのねデザインが可愛いんですよ。あんまり私ビール飲む方ではないんですけども、ちょっと買っちゃおうかなって思うくらい可愛かったです。値段は若干お高めですが、他の人と被らないデザインだと思うので、ビール好きな方、メキシコのお土産に買って帰ってはいかがでしょうか。 T シャツもレディースメンズたくさんありまして、2枚で950ペソ。すごい夏らしいデザインでいいですよね。個人的に T シャツも可愛いなと思ったんですけど、この防水のバッグがめっちゃ可愛いなと思いました。防水っていいですよね。海に行く時、川に行く時、これに入れておけば濡れないっていう。で、このショットグラス、ビールのショットグラス、どんだけぶつけても割れないぐらいの厚みのガラスでお土産に最適だなと思いました。で、2階に上がりますとずらーっとフードコートが並んでいます。このワヤンっていうお店がメキシコの中で特に気に入ったショップで、私が前回着ていたこのトップスですね、このワヤンのアウトレットで約4000円で購入しました。若干値段高めなんですが、このエスニック風味じゃないな、エスニック風といいますか、この民族的な感じの柄がすごい可愛いです。このパンツで649ペソ、5000円以上しますが、メキシコのアウトレットに入っているとこだともうちょっと安く買えると思いますので、もし時間がある方ぜひ行ってみてください。では免税店に向かいます。免税店に入った瞬間の香水の香り結構好きです。何も買わないんですけどね。では今回もプライオリティパスを使って無料で入れるラウンジへ行ってみようと思います。今回はこのザ・ラウンジカンクンへお邪魔します。中はこんな感じで結構広めですが、人がかなり多かったです。中はドリンクと軽食が置いてありました。あまりホットミールはありませんが、見てください。もう十分なほどビールやジュースがずらっと並んでおります。食べ物はこういうサンドイッチ、ヨーグルト、焼き菓子系がありました。ちょっとガヤガヤしていたので、この扉がついている会議室のような場所で今日はゆっくりしようと思います。私はこのメキシコっぽいリンゴのビタン酸ジュースを飲みました。これ結構美味しかったです。ジュースって手軽にその国の雰囲気を味わえていいですよね。今回はあまり時間がなかったので、ジュースだけ飲んでちょっと休んで搭乗ゲートへ向かおうと思います。で、この搭乗ゲートが面白かったんです。
こういう丸い形の搭乗ゲートで真ん中にドーンと大きいお土産屋さんがあるんですけども、このお土産屋さんが面白いんですよ。ちょっと見ていこうと思います。見てください。まず土器が売ってます。誰が買うんでしょうか。この土器は500ペソ。あとは貝殻で作られたモニュメントや、普通のお土産屋さんには売ってなさそうなこういう手が込んだ陶器、食器などなどたくさん売られておりました。お値段は全然安くはないんですけども、すんごい手が込んだお土産とか、珍しいものがたくさん売ってありました。すごいお土産用の帽子なんかなと思ってたんですけど、メキシコに来てメキシコの方も普段使いする帽子なんだっていうことが知れて、ちょっぴり経験値が上がりました。このピアスも可愛いですよね。陶器で作られたピアスでした。お値段は520ペソ。このメキシコカンクンのマグネットはですね、なんと200ペソします。高すぎ。お土産屋さんだったら何個買えるんでしょうか。だいたい1個200円から300円で市場で売られていました。でもさすが空港っていうこともあってクオリティはめちゃめちゃ高いです。長く使いたい方とか、ちょっといいものを買いたい方は空港で買うことをおすすめします。そしてなんとですね、この搭乗ゲートに薬局がありまして、喉薬と喉飴を買うことができました。嬉しい。ではもう薬もしっかり買えたということで登場していこうと思います。これすごい LCC あるあるだと思うんですけども、ここ、搭乗口過ぎて飛行機に乗るまでが混みやすい。なんででしょうかね。あまり焦らずぼちぼち進んでいこうと思います。座席にじわりじわりと近づいていきます。このウィンゴ航空はカラーが紫なのでちょっとおしゃれな感じがしますよね。座席はこんな感じです。で、機内食も頼めるそうなのでメニュー見ていこうと思います。ペソとドルどちらでも表記されているんですが、ドリンクが1ドルとか2ドルとかで頼めるんですよね。これはかなり安いと思います。なので空港内で買うよりかはもう機内で頼んじゃった方が安く済むと思います。あとチップス系やサンドイッチなどもあるので、お腹空いてる方はちょうどいい量を頼めるかなと思います。ウィンゴのグッズなんかも売ってますね。今回のフライトも超いい天気です。空の旅楽しみにしていてください。では早速この喉薬飲んでみようと思います。ちょっと海外の薬って大きめで飲みにくいですが、なんとか飲み込むことができました。喉飴も舐めて準備バッチグーです。うちの旅丸デストロイヤーも定位置について準備万端です。では飛行機動き出しました。メキシコからコロンビアの空の旅楽しんでいってください。
はい、ではコロンビア到着しました。もう座席その隣誰もいなかったのでゆっくり寝ることができました。今回の南米編なんですが、やはり治安もあまりよろしくないということで、もうできるだけ夜は出歩かないようにしようと思います。もう外真っ暗なので、まずは腹ごしらえ。晩ご飯は今回空港で食べていこうと思います。だいたい空港って2階にフードコートがあるので、2階を探検してみようと思います。コロンビアの空港、夜なのに人多いですね。2階にはいろんなショップがあったりとか、こんなおしゃれな場所もありました。何か食べるものないかなと思って入ったんですが、ここはもうおしゃれなものしか売っておりませんでした。ではもう一個エレベーターを使って上に行ってみようと思います。では3階に到着。じゃじゃーん。ここに来るとたくさんフードコートがありました。いやー、ワクワクしますね。見たことないレストランばっかり。もう唯一わかるのはスターバックスくらいです。こことかおしゃれでいい感じじゃないですか。ちょっとメニュー表見てみましょう。美味しそうということでも一瞬で決めました。ここで今日は晩ご飯を食べようと思います。メニューはこんな感じです。ちょっとおしゃれ高級になったジョイフルのような感じ。もうお肉からご飯系、ハンバーガー系何でもありますね。でもこの辺りはもうコロンビア料理だと思います。肉々しくて全部美味しそう。でもやっぱ目につくのは真ん中のやつですよね。でも一応全部写しておこうと思います。すごい魚のフライとイチゴとか、魚のフライとコーンご飯ポテトとかも組み合わせが面白い。でもやっぱこれですね。44,900ペソで、ドリンクはこちらカフェラテ7,900ペソを注文しようと思います。でカフェラテやってきたんですが、でかいな。2杯分ぐらいあるぞこれ。ではいただきます。熱くて美味しい。この量は嬉しいです。でコロンビアの通貨なんですが、コロンビアペソになります。メキシコもペソだったんですが、コロンビアもペソなんですね。で1ペソ 0.035 円なので、100円で約 3.5 円ほどになります。計算がちょっと難しい。ではやってきました。なんだこのお肉、卵、アボカド、豆、ご飯も全部揃ってる感じ。最高に美味しそう。ではいただきます。まずこのお豆から食べてみます。すごくホクホクしてて美味しい。味付けはすごくシンプルなのでいくらでも食べれそうです。皆さんはこういうお肉の盛り合わせ系何から食べますか？私はウインナーからいただきます。ボリューミーで美味しい。この黒色のソーセージは何でしょうか？ちょっと不思議な味がする。調べてみたら、もう豚の血とかをこう一緒に混ぜて作ったソーセージだそうです。そりゃ癖あるわ。でも食べれないことはない。ご飯が進む、そんな感じでした。このカリカリの豚のベーコン、もう間違いなく美味しいです。卵も半熟で美味しかった。南米でも卵って半熟で食べれるんだっていうことにちょっと驚きました。量結構あったんですが、美味しくてペロッと全部いただきました。ではごちそうさまです。ご飯食べたら少し声が出るようになりました。ということでコロンビア到着しました。やっぱダメだわ。コロンビア国際空港って無料で黄熱病のワクチン接種ができるんですね。でもその営業時間に間に合わなくって、また明日ワクチンだけ打ちに空港に来ようと思います。今から接種しに行くシーンを入れますのでどうぞ。はい、ということで次の日になりました。ドキドキですが黄熱病のワクチン打っていこうと思います。まず中に入るとすぐそこにあるこの機械、真ん中ポチッと押しまして、この番号札をゲットします。
私の前に14人予約してる方がいらっしゃったんですが、だいたい40分ほど待ちました。では自分の番がやってきたので中に入ります。まずこの紙を見るんですが、特定の病気とかありますか、服用している薬はありますか、妊娠してないですか、そういうものに目を通していきます。では注射終わりました。本当に一瞬、針めっちゃちっちゃくって、いつ刺しましたかってぐらい全然痛くなかったです。安心してください。で、接種が終わるとこのようなイエローカードっていうものをもらえるんですが、このカードがあれば黄熱病ワクチン接種しましたっていう証明になるので大事に持っておきましょう。黄熱病って猿とか人からも感染するんですが、だいたい蚊に噛まれて感染することが多くって、結構死亡率も高いんですね。ですけどこの無料のワクチン打ってしまえば 99% 抗体ができるので、ほぼ大丈夫です。日本で受けるとかなり高い注射なんですが、このコロンビアの空港で無料で受けれますので、南米回る方はぜひ最初の1カ国目コロンビア行ってみてください。はい、ではワクチン接種こんな感じでございました。無料って嬉しいですよね。では今からウーバーに乗って今日から3日間エアビに宿泊しますので、そちらに向かおうと思います。コロンビアに来た感じ、まだ空港からは出てないんですけど、物価めっちゃ安い。そしてコーヒーも食べ物も美味しい。今んとこめっちゃいい感じです。ただ声が出ないのだけちょっと申し訳ない。頑張って薬飲んで早く治します。ではエアビ向かおうと思います。この黄熱病のワクチンもっと詳しく知りたいっていう方は、私の書いてるトコテコブログに記事をまとめておきますので、ぜひ参考にしてください。ではボゴタの空港、外から見るとこんな感じです。結構おしゃれですよね。ではウーバー捕まったので向かおうと思います。空港からエアビまで40分かかったんですが、お値段38ペソ、なんと驚異の1354円、安ということで到着しました。今回3日お世話になるのはこちらのエアビでございます。中に入るとこんな感じです。警備員の方が24時間いるので安心して泊まることができちゃいます。チェックインはパスポートを提示するだけで大丈夫でした。はい、ではコロンビアで3泊するお部屋、こちらになります。せーの、じゃじゃーん。はい、ということでちょっと喋れるかなと思って言ってみたんですが無理でした。ということでこちらもアフレコしていこうと思います。アメニティなんですが、なんとお水とコーヒーが2本ずつありました。嬉しい。こちらのクローゼットもすごい綺麗ですよね。物たくさん入れれそう。ハンガーもこれでもかってぐらいありますね。嬉しい。普通に1ヶ月ぐらい住めちゃいそうな感じがします。でテレビもありまして、机があるのも嬉しいですよね。ちゃんと Wi-Fi もついてるし、バスタオルも2枚、そしてベッドの上にはチョコが1個。気持ちが嬉しいですね。これは後でゆっくりいただこうと思います。でこちらですね、大きい窓がついてるのでどんな景色か見てみましょう。これじゃないな、こっちだな。ではこちらが外の景色です。何も見えないんで閉めときましょう。でこちらがベッド、コンパクトでいい感じです。ちょっと贅沢な一人暮らし感があってなんだか気分も上がります。でこちらがキッチンです。じゃじゃーん。もう一通り何でも揃ってます。こちらコーヒーメーカー、包丁も4本もありますね。で電子レンジ、ワイングラスまである。でこちら大きい冷蔵庫、氷も作られております。なんとね、冷えた飲み水もこちらから飲めるということで、指濡れちゃいました。でこちらが水回りです。じゃーん。コンパクトだけどやっぱ綺麗でいい感じですね。いいお宿選んじゃいました。なんとアメニティもあります。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、石鹸が2個、ありがとうございます。では水圧チェックもやっていきましょう。
水圧は普通ですね。丸。よいしょということで、コロンビアのお宿、こちらで3日間お世話になろうと思います。旅丸デストロイヤーも長旅お疲れ様です。というわけで2週間ちょっと長めに滞在したメキシコを去りまして、今回からコロンビアに入国いたしました。これから約1ヶ月ちょっとかけて南米をぐるっと一周していきますので、今後の旅も楽しみにしていてください。では次回コロンビアの街歩きをしていこうと思いますので、物価が安くてご飯もコーヒーも美味しいコロンビア、どんな感じなのか楽しみにしていてください。今回の動画面白かったよ、役に立ったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとアフレコ多めな動画でしたが、楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。